皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年4月11日に KTZEP 横浜で開催されましたバンドメイドワールドツアー2026日本ツアーの初日となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。この給仕の前週4月4日に開催されました横浜セントラルフェスはチケットを取れていたのですが、やんごとなき家庭の事情で行けてませんでしたので、今回の給仕が私にとってのツアー開始の給仕となります。アジアツアーやセントラルフェスは配信があったりファンカムが上がったりしていましたので、目と耳の準備運動はできていましたが、今年の2月21日のナンバー8以来約1ヶ月半ぶりのお給仕ということで、本当に待ちに待ったお給仕ですので、私的にはいよいよ始まったという感覚です。最初に結論的なことを言いますと、今回のお給仕はある意味激レアなお給仕となりましたので、また長い動画になっています。ということで、お給仕当日の4月11日朝から横浜に向けて自宅を出発します。前日はサイちゃんの気合を感じる大雨でしたが、この日はあーちゃんパワーが勝ったのか、晴天かつ季節外れの高温でしたので、半袖重ね着で横浜へ向かいます。いつも通り新幹線で新大阪から新横浜に向かいまして、新横浜駅に着いたのが11時半頃でした。そのまま新横浜駅で昼食をココイチでさっさと済ませて、地下鉄で高島駅へ向かいます。今回は先行物販チケットというのが導入されたようで、私も応募しまして、13時半から14時のチケットが取れていましたが、どうするのが正解なのかよくわかりませんでしたので、とりあえず高島駅からそのまま会場に向かいます。12時半くらいに会場となる KTZEP 横浜に着きまして、さすがにまだ人はそんなに集まっていない感じでしたが、13時を過ぎるあたりから人が集まり出してきました。先行物販チケットのシステムは初めてなので、私も含め多分勝手がわからないであろうご主人様お嬢様がいつもと同じように物販を待つ感じになります。それでいよいよ物販開始時刻になると、先行チケットの番号が呼ばれていって、順番に物販ブースに入っていくという流れでした。先行物販のチケットと実際のお給仕のチケットの両方を見せる必要があったようで、私の少し前にいた人はお給仕のチケットをその時は持っていなかったらしく、せっかく並んでいたのに物販ブースに入れないという残念な事態を目撃してしまいました。私は A153 番ということで、どうも正番は A が13時半から14時で160番までのようでしたので、14時くらいに物販ブースに入れました。それでご当地 T シャツといつも通りくじを10枚購入します。くじの結果は、なんと全員サイン入りポスターが当たりました。あと今回から追加されたミニ提灯とかも当たりまして、今回は大当たりと言っていいでしょう。トレーディングカードは2枚ともあーちゃんで、なんと昨年2025年10月24日のナンバー8から当たったトレーディングカードを数えると、合計10枚でそのうち9枚があーちゃんというあーちゃん率高すぎる結果となりました。箱推しだけど、あえて言えばあーちゃん推しの私としては嬉しい限りです。物販買ったらもう14時半くらいになりましたので、みなとみらい線でホテルを取っている馬車道に向かいまして、チェックインして荷物を置きます。それで一切カバンなどを持たずに身軽になって再度会場へ戻りましたが、集合写真には間に合いませんでした。残念。今回の私のチケットは A679 番とかなり奥ゆかしい番号でしたが、X のポストとかを見てると、お名刺様選考で4桁でしたみたいなポストも結構ありましたので、当選しただけでも儲けものということで、会場待ち列に並びます。それでいよいよ会場となって、順番にチケットを見せてドリンク代600円をドリンクコインに変えてもらって会場に入ります。当然半分以上待っていましたので、ど真ん中やや下手寄りの後方3分の1くらいの場所に位置取りました。知り合いの名手様たちがすでにおられて、4人並ぶ感じになりましたので楽しくなりそうです。バックドロップは世界地図をバックにしたリボンのシンボルマークで、ツアービジュアルをイメージした旗のような感じで少し斜めになっていて、上手には旗そのものが飾られています。なんかすごくかっこよくて、今回のツアーのビジュアルはこれでいくんだろうなとか思っていました。私的にはアンリッシュの MV で最後にアニメの小鳩さんが地面に突き刺した旗をイメージしました。それでいろいろ話したりしていると帝国になって BGM が止んで、会場の照明が落とされ、久しぶりの給仕に会場は手拍子と歓声で盛り上がります。SE のシェアリングが流れてくると、さらに歓声が上がって手拍子も激しくなります。それでいつも通りあーちゃんを先頭にミサさん、ミンチョ、小鳩さん、サイちゃんがステージインしてきて、メンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。メイドさんたちが定位置について SE が終わり、いつもの一瞬の静寂が訪れます。静かに佇むサイちゃんがいきなり歌い始めます。日本ツアーのスタートを切った1曲目はアンリッシュでした。旗でアンリッシュを思い浮かべていた私は勝手に来たーとか思ってしまいました。何よりもまず感じたのが、サイちゃんの喉の調子がすごくいいという安心感と嬉しさでした。
安心感を感じながらイントロで思いっきり拳を振り上げて大声でちゃんとします。お給仕飢餓状態だった私の体にメイドさんたちが奏でる爆音が染み渡ってきます。1メロに入ってやっぱりお給仕は楽しいなというのを堪能しながら体を動かしてシンガロングして楽しみます。私の位置からはメイドさんたちの上半身がなんとか見えて、あーちゃんは頭しか見えない感じでしたが、ジャンプしたり背伸びしたりしながらステージも視界に入れます。バックドロップの旗の縁が虹色に光ったりするのもなかなかいい感じでした。サビに入ってちょっと飛び跳ねながら腕を振り上げて盛り上がって、だんだんディディだんだん叫ぶ頃にはもう完全に心と体がお給仕モードに切り替わって脳に気持ちいい物質が出てくるのを感じます。サビ終わりで感想になってまた思いっきりちゃんとしてあーちゃんのかっこいいドラムフィルから2メロに入ります。ミサさんのベースラインにも酔いしれながらにサビになって、さらにメイドさんたちのエネルギーが体に染み渡っていく感覚を味わって、2サビ終わりからのポストコーラスではヘドバンも全力でやっちゃいました。そこからの C メロでサイちゃんのボーカルを手拍子で答えて、うねるようなミサさんのベースを堪能して、完璧なサイちゃんのシャウトから真ん中の立ち台に乗ったミンチョのギターソロです。お立ち台に乗ってくれると私の位置からでもよく見えるので最高です。ちゃんとしながらミンチョのソロを味わって、2回のダンダンディリュダンダンも忘れずに叫んでラスサビ突入です。ここの流れは本当に盛り上がるので大好きなところです。その高揚感のままラッサビを味わって、ポストコーラスではヘドバンで締めてアウトロです。アウトロに入って会場は全力のチャントで答えます。最後も思いっきりダンダンディダンダン叫んで曲終わりとなって、会場は大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声で満たされます。いきなり全力疾走した感じで、こっちもハーハーなってるところに始まったのは2曲目となるマギーのイントロです。また思いっきりちゃんとしながら、番外編ではブライテストスターと融合させたボーカルバトルバージョンだったので、今回は改めて純粋なマギーを持ってきたのかとか思いながら腕を振り上げておいおい叫びます。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、マギーってお給仕で楽しい曲の代表曲の一つだと思っていて、とにかく気分が上がります。B メロでの手拍子も盛り上がりますし、小畑さんのコーラスもキレキレで気持ちいいです。サビ前のサイちゃんのジャンプジャンプジャンプにまだまだ体力と膝は問題ないので気持ちよくジャンプして、そのままサビに突入です。サビでジャンプしてるとやっぱりマギーは楽しいなと感じて思いっきり笑顔になってしまいます。サビを満喫してかっこいい感想でまたちゃんとで盛り上がって2メロに入りますが、冒頭の小刻みに入るブレイクも息が合っていて気持ちいいです。サイちゃんの喉の調子がいいのも再確認して嬉しくなりながら踊って、またサイちゃんに煽られながら2サビに入ってジャンプです。やっぱり楽しいです。2サビ終わりでミサさんのかっこいいスラップベースから C メロに入って、上手お立ち台に立つミンチョのギターソロです。ミンチョのギターを弾く姿ってものすごくかっこいいんですけど、これって意識してなくて自然にそうなっているように思えて逆にすごいといつも思ってしまいます。ギターソロ終わりから手拍子で迎える落ちメロに入るところはこの楽しいマギーでも大好きなところで、熱くなりすぎた体をクールダウンさせるような感じというか、最後の盛り上がりの前に心と体を整える瞬間みたいに感じて、体中の細胞が元気になっていくような感じがします。それでサイちゃんのジャンプジャンプでラスサビに入って、会場は手を挙げながらジャンプして、後方から見ると大きな波のようになっていて思いっきり盛り上がっているのを目と耳と体全体でも感じます。サビ終わりからアウトロになって、そのままジャンプしながらちゃんとで声出してかっこよく曲終わりになります。会場から湧き上がる大歓声と拍手の中、続けてサイちゃんが歌い出します。3曲目はゼンでした。サイちゃんの素晴らしい声の伸びを堪能して、イントロでまた思いっきりのチャントで弾けます。以前私的トップ10みたいな動画を上げたのですが、その後に出てきた曲たちが素晴らしすぎて、特にこのゼンを含めたアニメタイアップ曲は、どの曲もそれらを脅かす曲ばかりで、もう順位付けは今後しないことにしています。とか思っていると、あーちゃんの素晴らしいドラムフィルからサビになって、相変わらず調子良さそうなサイちゃんのボーカルに聞き入りながら、腕を振り上げて楽しんでサビ終わりから感想です。感想でちゃんとで盛り上がって2メロに入りますが、冒頭のあーちゃんの激しいドラムフレーズがたまらなく好きなので、思いっきり背伸びしてあーちゃんを視界に入れて楽しみました。B メロはミサさんのベースラインに心を揺さぶられながら手拍子で盛り上がって、またあーちゃんのドラムフィルから2サビに入ります。2サビも手を振り上げながら体も動かして堪能して C メロに入ります。歌い上げるサイちゃんのボーカルを手を掲げながら堪能してギターソロに入ります。エフェクターのボードを踏んだりする必要があるからなのか、特に理由はないのか、ギターソロでミンチは定位置でソロを弾いてました。全のギターソロは2部構成みたいになっていてボリュームがあって、私的には大満足できるソロなんですよね。それでその終わりからラスサビに入っての盛り上がっていくところが本当に大好きで、特にその盛り上げを演出するようなアーチャーのドラムフレーズが何回聴いても最高です。サビ最後のサビが延長されるようなところはそのまま拳を振り上げて最後まできっちり合わせます。
それでアウトロに入って、サイちゃんと小畑さんのハミングを聞きながら、思いっきりちゃんとで声出して曲終わりです。4曲目は、あーちゃんの軽快なドラムフレーズと、サンバのリズムみたいなリフのイントロで始まったグローリーでした。またお給仕での楽しい曲が来ました。会場は軽快なリズムに合わせてジャンプしながらのチャントで大盛り上がりになります。ミンチョとミサさんは上手下手のお立ち台で演奏していますし、サイちゃんの横浜もっと上げていこうかの煽りにさらにジャンプが高くなります。1メロに入ってもちょっと飛び跳ねる感じで動きながら詰め込まれた歌詞を完璧に歌うサイちゃんのボーカルと気持ちいいリズムを奏でる楽器隊の演奏を堪能します。 B メロは一拍空けてのチャントになりますが、思いっきり前に腕を体ごと振りかざす感じでやって勝手に気持ちよくなります。それでサビになってジャンプしながらコール&レスポンスで声出してるとステージと会場の一体感を感じられてますます楽しくなってきます。サビ終わりで感想に入りますが、感想もそのままジャンプしながらちゃんとする感じなので楽しいままとなります。2メロになるとミンチョミソさんは定位置に戻って今度は小畑さんとサイちゃんがステージの前に出てくる感じになります。当然 B メロではまた一歩かけてのちゃんとを楽しんで2サビに入ります。このミサさんのベースラインもしびれます。2サビはサイちゃんが真ん中の立ち台で歌ってくれたので私の位置からも全身が見えてさらに楽しく盛り上がれました。ずっとジャンプする感じになってたので、すでにちょっと足の裏というか指の付け根あたりが痛くなってきましたが、頑張ってジャンプを続けます。サビ終わりで落ちメロに入って手拍子になりますが、ここの小畑さんとミンチョのギターの刻みがかっこいいし、ミサさんのベースが味わい深いんですよね。ミンチョの味わい深いリフからラッサビになって、小畑さんのサイちゃんの掛け合いみたいになるコーラスもジャンプしながらシンガロングを楽しんで、最後の超絶かっこいいミンチョの3連のギターフレーズからアウトロです。痛い足を気にせず思いっきりジャンプしながらちゃんとで声出してバンドメイドらしくピタッと終わる曲終わりになって大歓声と拍手です。やっぱりお給仕のグローリーは楽しすぎます。次の5曲目はなんと小畑さんのシャウトで始まるトワエモアでした。レードラセッションからではないトワエモアは久しぶりですし、なんか新鮮な感じです。イントロになって会場からすごい音量のシンガロングが響き渡ります。トワエモアのイントロは数あるかっこいいイントロのうちミンチョのリフが最高すぎるので私的にかなり上位に来るイントロです。そのかっこいいイントロ終わりで1メロに入ります。サイちゃんのボーカルを聴いているとダークな感じの曲なんですが、私的にはなんかおしゃれさを感じてしまいます。それでサビに入りますが、トワエモアのサビはヘドバンです。頭をクラクラさせてさらに曲に陶酔していく感じが大好きです。サビ終わりで感想になってまた超絶かっこいいミンチョの曲を含めた楽器隊の演奏に聴いています。感想の時にサイちゃんが両手を上げて肘を曲げるポーズをしてたのがなんか生々しかったです。それで2メロに入って B メロから曲のテイストが変わりますが、これもなんかおしゃれに感じてしまいますし、2サビへスムーズに入るところとかも1サビへの意図変えてきておしゃれです。それで2サビに入ってヘドバンしてたらふらついてしまいましたので、ちょっと自分の年も気にしないととか思ってしまいました。それで2サビ終わりからミンチョのギターソロです。カオスな感じではありますが、やっぱりおしゃれさも感じてしまいます。ソロ終わりで短い C メロからラッサビです。ラッサビでのあーちゃんのバスドラとスネアの力強いフレーズはやっぱり痺れますし、小畑さんがずっと叫んでる感じなのもカオス感があって大好きなところです。サイちゃんのシャウト気味のボーカルの締めからアウトロに入って会場から大声でのシンガロングになりますが、思いっきり声出せるので気持ちいいです。2回シンガロングしてあーちゃんの締めのドラムでピタッと曲終わりになって大歓声になります。吹き鳴らしの中サイちゃんのありがとう横浜ももらって吹き鳴らしが終わってメイドさんたちが楽器を置きます。ここで最初の MC に入ります。小畑さんが前に出てきて、お帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたっぽ、バンドメイドワールドツアー2026神奈川 KT ゼップ横浜っぽで会場からものすごい歓声と拍手が沸き起こります。小畑さんがワールドツアーってネイティブ風に発音したので歓声に混じって笑いも起こってました。続けて小畑さんの日本では本日が初日ですっぽにも大歓声で答えます。それで小畑さんが皆様お分かりの通りと言いたいところを皆様終わりの通りと噛んでしまったので、さえちゃんが驚いて終わりみたいに突っ込んで、小畑さんが慌てて始まったばかりっぽーと訂正して改めて皆様お分かりの通りこのぎゅうぎゅうの感じ本日ソールドアウトっぽーでまた会場からものすごい歓声が上がります。もう首都圏なら3000とかのキャパでも軽くソールドアウトするようになったんだなと感慨深くなりました。チケット入手はさらに困難になりましたけれども、それで小畑さんが今日はすごくいい天気ですごく暑いんですけど、さらに暑くなるところにご主人様お嬢様来ていただいてありがとうございますっぽーみたいなことを言って会場から笑いと歓声が起きます。それでサイちゃんがぎゅうぎゅうな前方の上手の方を見て、この辺がさふふふのようだけど行ったらダメなんだっけみたいにボケてきて会場から笑いが起きます。
後で X のポスト見たら、確かに上手前方はかなり圧縮があったようで、ステージのさえちゃんから見ると、人がゴミのようになっていたんだと思います。でもそういう状況だったので、さえちゃんは怪我しないようにね、紳士淑女なんでしょみたいに言って、小畑さんも仲良くできますっぽねって会場に行ってきたので、会場は当然、はいと手を挙げて答えます。気を良くしたさえちゃんから、お利口さんですねとか言われてまた笑いが起きます。それで改めて小畑さんが、始まりましたっぽね、バンドメイドワールドツアー2026日本と可愛く言って、それを受けたさえちゃんが、横浜から始まりまして、これまで2公演やったので、今回がデイ3となります的なことを言ってくれていたと思います。で、いきなりさえちゃんが、先にグッズの話しますとか言い出して、続けて、今年すでに学んだことがあるの、1回目の MC でグッズの紹介した方が、皆さんの集中力が切れないからいいのみたいに言って会場から笑いが起こります。確かにとか思ってしまいました。で、さえちゃんが続けて、なぜかグッズの話になると脱線しやすいんですよねとか言ってきて、これも確かにです。小畑さんの分かるのに結構時間がかかりましたっぽねのツッコミに、さえちゃんもやっと分かったみたいに答えてました。ということでグッズ紹介に入りますが、さえちゃんのみんなの方が詳しいのは分かってますけども、改めて言いますねと間違いないことを言ってきて、いきなりそれを裏付けるように何から紹介するか一瞬忘れたような感じになります。で、思い出したように、まずはツアー T シャツですねと紹介が始まって、バックドロップの旗を指さして、こちらのステージの旗をデザインしておりますみたいに言った時に、会場からかっこいいって声が上がって、それを拾ったさえちゃんが知ってますみたいにさえちゃんらしく受けてました。デザインに世界地図が入っていて、ワールドツアーをアピールしてるとか、いいボディ素材を使ってるので高くなっちゃったとか紹介してくれてました。それでバージョン1となってるの気づいてくれましたでしょうか。ということは追加であったりなかったりとか言ってきて、会場から期待の大歓声が起こります。でもさえちゃんは、ここでは何も言いません、みんな忘れてくださいみたいに言って笑いが起こりましたが、逆に期待してしまいました。その期待は当たりましたね。ちなみにさえちゃんと小畑さんが喋ってる間は、いつも通りミサさん、あーちゃん、みんちょは下手に集まって雑談してる感じで自由に過ごしてました。それでグッズ紹介は続いて、さえちゃんがコミック T シャツでワールドツアーデザインになってますみたいに言ってデザインを紹介しようとした時に、新しい絵、アートワークかみたいにナチュラル小ボケを入れてくれてました。それでさえちゃんが、皆さんはツアー T を買う派ですか、アート T を買う派ですかみたいに会場に聞いてきて、答えを待つことなく、なるほど両方手があるのかとか商売人パワーを出してきて、会場も笑いに包まれてました。でも小畑さんがもう一つあるっぽみたいに言ってきて、ご当地 T シャツの話になります。小畑さんが続けて、全部買わなきゃっぽねーとさえちゃん以上の商売人感を出してきて、さえちゃんに強制みたいになってるとか逆に突っ込まれてました。で、さえちゃんの何のカラーでしょうかの問いに、会場からはすかさずベイスターズの声が上がります。さえちゃんが笑いながら、そうですね、でもそれだけじゃなくて横浜市のカラーでもあるんですみたいに説明してくれている時に、小畑さんがすぐご主人様お嬢様は野球ネタになるポーと突っ込んできて、会場から笑いが起きます。でもさえちゃんが嬉しそうに、昨日虎が勝ったんでって言ってきて、会場から拍手が湧き起こりますが、さえちゃんが初めて来られてる方もいると思うんですけど、説明せずにこのまま進めますかみたいに言って、小畑さんからこのくだりが初めての方にはわからないだろうということで、多少説明した方がいいポーと流されます。で、さえちゃんが、私は阪神タイガースが大好きなんですね。で、他の球団の名前を出すと怒るんですと軽くボケも入れてきてくれて、会場から笑いが起こります。小畑さんも、っていうか機嫌が悪くなるポーと補足してくれます。さえちゃんは、冗談ですよ、市場は挟みませんとか言ってましたが、小畑さんから、でも昨日は阪神が勝ったんで機嫌が一歩ねとか言われて、さえちゃんは、それはありますよ、それはファンあるあるでしょ、みんな誰でもそうでしょとちゃんとボケてくれて説明完了です。で、グッズ紹介は終わりって感じになった時に、さえちゃんが、くじ忘れてたわみたいになってくじの話になります。それでさえちゃんが外れなしということと、今回から追加されたミニ提灯の話をしてくれてました。さえちゃんの提灯にライトがつくんだよ、でもお給仕中はやめてくださいね、照明の関係あるからとの軽いボケに、小畑さんが帰りにつけるといいポーとか受けて、さえちゃんも夜道は危ないから交通安全にもなるよねみたいに、いつものコントみたいな掛け合いをしてくれて、グッズの紹介は滞りなく終わりました。ということで休憩タイムは終わりということで、さえちゃんから小畑さんにバトンが渡されます。それで改めて小畑さんがいつものフレーズの日本ツアー初日となりますっぽ、皆様楽しむ準備はできてますかっぽに会場は大歓声で答えて、最高の夜にしましょうっぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へにさらに大歓声が上がって、次セクションに突入します。 MC 明けの6曲目はドミネーションでスタートしました。ミンチョのリフに会場から大歓声が上がります。
さえちゃんの行くぞーの叫びからイントロになって MC で体力と喉を取り戻した会場は思いっきりのチャントで盛り上がります。補給時で浴びるドミネーションの安心感というか安定感と高揚感は異常です。っていうか、チャントとか手拍子とかコール&レスポンスとかシンガロングとかで補給時で楽しい曲でもあります。ということで1メロを踊りながら楽しんで、宣告せよで思いっきりシンガロングしながら指を立てた手を上げてサビに入ります。さえちゃんの煽りコールに MC で体力と喉を回復した会場から大声のハローハローのレスポンスで答えます。やっぱりドミネーションでハローハロー叫んでると、ああお給仕に帰宅してるって感覚になります。感想の時に上手を立ち台で味わい深いリフを奏でるミンチョを堪能しながら思いっきりちゃんとで声出して2メロに入ります。いつも通りミンチョとミサさんがアーチャーの前に寄っていってほのぼの演奏タイムになりますが、もうドミネーションクラスになると無意識でも弾ける感じなんでしょうね。すごいです。それで下手にミンチョ、上手にミサさんが移動して、前方にいるご主人様お嬢様には嬉しい配慮もしてくれて、2サビ前のブリッジに入って会場は声を上げて騒ぐ感じになります。さえちゃんの Take Over the World から2サビに入って、また思いっきりハローハロー叫んで、2サビ終わりからギターソロへのかっこいいブリッジです。あーちゃんの思いっきり叩くスネアに合わせてのチャントで盛り上がって、真ん中の立ち台に移動したミンチョのギターソロになります。ここも思いっきり騒ぐところでなんか楽しいんですよね。ソロ終わりで落ちメロに入って、宣告せよからラッサビです。さえちゃんのせいの煽りにハローハローの声を出すのもだいぶしんどくなってきましたが、頑張って声出します。ラッサビ終わりで C メロというか D メロというのかに入って、さえちゃんのボーカルに聞き入って、最後の肺活量を使ってさえちゃんと一緒にハローハロー叫んでアウトロです。かっこいいミンチョのギターリフを堪能しながら、ちゃんとして曲終わりで大歓声と拍手が沸き起こります。やっぱりドミネーションは楽しいです。興奮でざわめく会場に続けて流れてきたのは7曲目となるスーパーサンシャインのイントロです。今最も旬というか話題の曲に会場も全力のチャントで盛り上がります。お名手様たちからすると素晴らしすぎる出来の焼酎白竹白のコマーシャルに起用された曲ですね。この曲ももともと楽しい曲だと思っていましたが、あの CM で楽しんでる役者さんが思い浮かんで余計に楽しさが増しますし、ミンチョとミサさんがステージの前まで出てきて楽しそうにギターを弾いてましたので、会場もさらに盛り上がります。そういえばさえちゃん作詞の曲ってマギーとかタマヤとかもですが、弾けた感じの楽しい曲が多いような気がしました。小畑さんのシャウトからサビに入って楽しそうに歌うさえちゃんのボーカルと、弾けるようなバックの演奏を手を振り上げながら堪能して、サビ終わりからの感想でまた思いっきりちゃんとします。会場もめちゃくちゃ楽しんでる感じになってました。2メロに入るとミンチョとミサさんは定位置に戻るのですが、少ししたらあーちゃん前にミンチョとミサさんが集まって和気あいあいといった感じで演奏してるのを見て、こっちもなんかほんわりします。それで2サビに入ってまた思いっきり盛り上がって、2サビ終わりでミサさんが下手のお立ち台でベースソロです。会場から大歓声が上がります。ミサさんのベースソロの時って絶対歓声上げてしまいますが、なんででしょうね。楽しいからいいんですが、この後サイちゃんの C メロを挟んで上手を立ち台のミンチのギターソロになりますが、こんな構成はバンドメイドならではという感じがします。それで C メロの続きみたいになって落ちメロに入ります。ここはちょっと歌うサイちゃんに向けて手をかざす感じで聴き入って、途中から演奏が激しくなっていって、久保田さんのいっぱい喋るシャウトからラッサビです。会場は汗を振りまきながら手を振り上げて、このストレートに楽しいスーパーサンシャインのサビを堪能します。手を振り上げるご主人様お嬢様の目はコマーシャルでの映像みたいに目がキラキラしていたと思います。最後の久保田さんの長いシャウトに乗せてのアウトロに会場も全力のチャントで応えて曲終わりです。当然大歓声と拍手で会場は満たされます。そこにサイちゃんの歌とギターの刻みで始まったのは8曲目となるチューズミーです。会場は息の合った手拍子で迎えます。そこからイントロになってまた息の合ったチャントで盛り上がります。もうチューズミーについては語り尽くしてしまっていますので言うことはないんですが、ドミネーションと同じようにお給仕に帰ってきた感がすごい曲です。D メロでの一拍かけてのチャントとかも多分脳を経由せずに勝手に体が動きますし、ひょっとすると演奏して歌うメイトさんたちも同じような感じなのかもとか思って、ものすごく一体感みたいなものも感じます。あーちゃんの小気味いいドラムフィルからサビに入って、さらにステージと会場の一体感を感じながら気持ちよく手を振り上げてサイちゃんのボーカルを楽しみます。感想なしで2メロに入って、いつものようにミンチョとミサさんがあーちゃんのところに寄っていって上手下手をクロスする形になります。ミンチョは結構早めに下手へ移動したのですが、ミサさんが結構長い間あーちゃんと顔を向け合っていて、ミサさんが何かしたのかあーちゃんがめちゃくちゃ笑ってるのが見えました。でミサさんは上手へ移動して嬉しそうな顔でベース弾いてましたね。ミンチョも負けずにって感じで下手のお立ち台を降りて久保田さんの後ろに回って久保田さんの方にキスするポーズとかして楽しんでるのを微笑ましい感じで見させてもらいました。
それで2サビ終わりからミンチョがそのまま真ん中の立ち台に乗ってギターソロになります。チューズミンのギターソロは感情がたっぷり乗ったエモいパターンのソロで、私的にはミンチョのギターソロの代表的なソロの一つと感じています。そのエモいソロに感情は全力のチャントで応えます。ソロ終わりからの C メロで、これも勝手に手が動く感じで手拍子になって、素晴らしいミサさんのベースラインを堪能して、サイちゃんの B が私の位置よりも若干上手側に向けられての I choose you からのラッサビに入ります。ラッサビも手を振り上げて楽しみますが、いつからかサイちゃんがキャリーオンのオンをノーンみたいに発音するようになったような気がしているのは私だけでしょうか。まあそんなことは置いておいて、サビ終わりからのミンチョのさらにエモい2回目のソロをうっとりしながらもちゃんとしながら堪能して、最後のサイちゃんの迷わずチューズミーで書き鳴らしなしで音源通りそのまま終わるというお給仕では珍しい終わり方で曲終わりとなり、エモい感じになっていた会場に続けてまたまたエモい曲、なんとここで9曲目となるプレゼントパーフェクトが来ました。サイちゃんにスポットライトが当たって最初のシャウト的なところになりますが、プレゼントパーフェクトを歌うサイちゃんって他の曲よりも気合が入っているような気がして、こっちも気合が入ります。そこからかっこいいイントロに入りますが、サイちゃんのロングトーンに促されてのちゃんとということで余計に力が入ります。イントロ終わりで1メロに入ってサイちゃんの歌に踊りながら聴き入りますが、このプレゼントパーフェクトは私的にはエモさとかっこよさと激しさが全て入っているような曲に感じていて、本当に素晴らしい曲だと思っています。それでそのエモさパートでもあるサビに入って手のひらを広げて上げた手を前後に揺らしながらヘドバン気味にエモいサビを堪能します。サビ終わりでかっこよくも激しい感想になって、ここはこっちも激しいチャントで答えます。それで2メロに入って B メロはバンドメイドらしく1メロからリズムのメロディーも変化させてくるという演出も入れてくれて、特にサビ前のかっこいい下がっていくフレーズから2サビに入ります。プレゼントパーフェクトのサビってちょっと他の曲のサビとは違うテイストというか、リズムを落とす感じになっているのにさらに盛り上がる感じというか、壮大な感じというか、とにかく感情を揺さぶられるような感覚になります。でそのエモいサビ終わりであーちゃんの激しくもテクニカルなドラムフィルから、これまた激しくもテクニカルなミサさんの短いベースソロを挟んでミンチョのギターソロです。激しくかっこよくテクニカルでエモい素晴らしいギターソロです。この一連のソロパートはかっこよくて激しくてエモいだけでなくテクニカルなところを見せつけてくれます。ソロパート終わりで落ちメロに入って会場からは手拍子になります。この落ちメロとか落ちサビを結構各曲に入れてくるのも私的にバンドメイドの曲が好きなところの一つです。しかもこの曲の落ちメロはこの後のクライマックスへの導入でもあるわけで、今のところ私的に一番好きな落ちメロでもあります。それでそのクライマックスとなるサイちゃんのロングトーンが来て、だんだん激しくなるあーちゃんのスネアロールに会場も当然私の感情も高ぶりがマックスになります。その高ぶった感情にかぶせるようにラッサビに突入するところは本当に鳥肌ものです。ラッサビはサイちゃんがさらに気合を入れた感じで真ん中の立ち台に立って歌ってきます。この曲をこの構成を作って演奏して歌えるメイトさんたちに畏敬の念すら覚えながら、そのラッサビを心から楽しみます。サビ終わりで陶酔した目を覚ますように激しいアウトロになって、こちらも覚醒して思いっきり声出してちゃんとして弾けます。曲終わりで高ぶって興奮した会場にサイちゃんからのありがとうももらって大歓声と拍手の音が湧き起こります。興奮冷めやらない感じの会場に流れてきたのは10曲目となるヘイトのイントロでした。ミンチョとミサさんは上手下手のお立ち台、小畑さんは真ん中のお立ち台で笑顔でギターを弾く姿はめちゃくちゃ可愛いかっこよかったので、小畑さんを見ながら思いっきりちゃんとしました。イントロ終わりで小畑さんとサイちゃんが入れ替わる感じで、真ん中のお立ち台でサイちゃんが1メロを歌い出します。ヘイトを歌うサイちゃんってなんか普通に言いたいことを本音で言っているような感じがして、他の曲とは違う歌詞の内容的にも親しみがあるとはちょっと違う感じですが、とにかくサイちゃんの内面に触れているような独特な感覚になります。演奏面ではやっぱりキレのあるミンチのリフとめちゃくちゃフレットを移動する味わい深いリサさんのベースがたまりません。それでサビに入って手を振り上げながらさらにサイちゃんの歌詞の世界に入っていきます。サビ終わりの小畑さんのかっこよくも可愛い感じのコーラスから感想になって、今度はお立ち台で煽ってくるサイちゃんに向けてちゃんとの拳を上げます。小畑さんは下手に移動してお嬢様エリアに向かって笑顔でギター弾いていたように思います。お嬢様エリアへの顔見せタイムですね。それで2メロに入ってさらに意味深になる歌詞を手拍子しながら味わって2サビでまた思いっきり盛り上がります。2サビ終わりで下手をお立ち台に立つミサさんにスポットライトが当たってベースソロになって大歓声となりますが、やっぱり今回もミンチョとのバトルバージョンでした。ということで真ん中のお立ち台にミンチョが乗ってきます。ミンチョがギターソロを引き出すとミサさんも嬉しそうに真ん中のお立ち台の方に走っていってミンチョの横に立ちます。で楽しそうに演奏する2人でバトルとなるわけですが、ミンチョがミサさんの頭に顔をめちゃくちゃ近づけてまして、後でミンチョのインスタを見るとミサさんの髪の毛の匂いを嗅いでいい匂いってなってたということが分かりました。
ミサさんのインスタでの書いてたのかよのツッコミも良かったですよね。バトルの時に小本さんは上手のステージ前方でギター弾いて、上手のご主人様お嬢様に顔見せサービスするような感じだったのも良きでした。ソロバトルが終わって本来のミンチョのギターソロになって、ソロ終わりでサイちゃんが C メロを歌い出すところでミンチョがやり遂げたみたいに満足してお立ち会い降りて定位置に戻るところは以前にも言いましたが、なぜか私的に本当に大好きなんですよね。 C メロ終わりの小畑さんのシャウトを思いっきり堪能してラッサビです。ソロバトルを浴びて興奮状態のままラッサビをちょっと恍惚となりながら楽しんで、最後は当然サイちゃんと一緒にみんなで腕を振り上げながらI hate youを叫んで曲終わりまで行きます。曲終わりからの吹き鳴らしも終わって会場から大歓声と拍手が沸き起こります。暗くなったステージでキーボードがドラムの横からステージの真ん中に運ばれてくるのが見えます。それでその前にサイちゃんが立ちます。11曲目はロック&ロールでした。しょっぱなのあーちゃんの激しいドラムとサイちゃんのサイレンのようなキーボードが嫌でも会場を盛り上げます。それで1メロ的な演奏に入ってミンチョとミサさんも小畑さんも激しくギターを弾き始めますが、キーボードの前に立って動かないサイちゃんを見るのはまだまだなんか新鮮な感じがします。アジアツアーとセントラルフェスではサイちゃんのキーボードはなかったと思いますので、今回味わえてありがたい限りです。サイちゃん的には大変だと思いますが、一応喉を休めることができるので、この辺りにこの曲を配置するのは適切なのかなとか思ってしまいました。1メロ的なところが終わってサイちゃんにスポットライトが当たってキーボードソロになって、そこからミサさんのベースソロという流れもなんか新鮮ですし、その後また改めてミサさんのベースソロから小畑さんのリズムギターソロになる流れもいい感じです。ここの小畑さんのソロは結構ボリュームがあってかっこよくて好きなところです。それで最後はミンチョのギターソロになるわけですが、やっぱり大御所感が半端ない感じになります。でもみんなのソロの時に後ろでずっと髪の毛を振り乱しながら激しいドラムを叩くあーちゃんもほぼずっとドラムソロを叩いているようなもので、本当にこのソロが続くセクションは私得です。ここからはずっと盛り上がっていく感じでアウトロ的なフレーズから綺麗にかっこよく曲の締めになって曲終わりの貴重なキーボード入り書き鳴らしになります。しかし5人全員でのインスト曲を見て聴けるようになるとは数年前には想像もできない感じでしたので、本当に未だに奇跡を目の当たりにしているような感覚になってしまいます。曲終わりでキーボードが片付けられて次は何が来るのかと待ち構えていたら、ミサさんとあーちゃんにスポットライトが当たってあーちゃんの激しいドラムフィルからミサさんのベースフレーズにつながります。そうです、12曲目はダイスでした。ミンチョにもスポットライトが当たってダイスのイントロのかっこいいリフを弾き始めると同時に会場からはちゃんとの大声が響き渡ります。小畑さん、サイちゃんもステージの前に出てきますので会場のちゃんとの声もめちゃくちゃ出てました。1メロに入ってまずは手拍子しながらサイちゃんの歌に聞き入る感じになりますが、 B メロに入ると一拍かけてのちゃんとになります。ここも思いっきり前に拳と体を投げ出す感じで大声でちゃんとして気持ちよくなります。それでサビに入りますが、ダイスのシンガロングは楽しいです。Call me call me call me call me とか Enjoy time とか Try my best とかですね。サビを楽しんで感想に入ったら今度はちゃんとでおいおい叫びます。2メロの1メロより短くなっている A メロはやっぱりあーちゃんのドラムが大好きなので背伸びしてあーちゃんを視界に入れてしなやかな手首から繰り出される激しいドラムのフレーズを堪能します。 B メロは一拍かけてのちゃんとでまた力を込めて盛り上がります。それで2サビに入りますが、私的にバンドメイドの曲の好きな構成はいっぱいあるのですが、サビ前の演出もその一つで、ダイスの2サビ前のセッツハンモーメントも最高です。また手を振り上げてシンガロングで声出してダイスのサビを楽しみます。2サビ終わりでミサさんのベースソロになりますが、ここのバックのアーチャーのドラムもめちゃくちゃ激しくて大好きなところです。そこから綺麗に繋がってミンチョのギターソロになります。大歓声が上がってソロ中もちゃんとで盛り上がります。ソロ終わりで B メロに入るので、また一拍開けてのちゃんとになって思いっきり前のめりになりながら拳を振り上げます。そこから落ちメロに入ってサイちゃんのボーカルと小畑さんの刻みのギターリフに手拍子で応えて、またセッツアイモーメントからラッサビへつなぎます。このラッサビへ向けてだんだん盛り上がっていく演出も大好物です。ラッサビはもう最高に盛り上がっているのでシンガロングも手を振り上げるのも力が入ります。サビ終わりからアウトロに入ってサイちゃんのそんなもんかの煽りに全力のちゃんとで応えて綺麗なドラムの締めで曲終わりとなります。曲終わりの大歓声と拍手が沸き起こる中、ミンチョが上手前方に出てきて激しいリフをかき鳴らしてきます。そうです、13曲目は What is Justice でした。サイちゃんも前に出てきて両手を上げて煽ってきますので会場は全力のちゃんとで応えます。
1メロを歌い出すさえちゃんの後ろでリズミカルなタムフレーズを叩くあーちゃんの姿を堪能して、 B メロに入って気持ちよく踊りながら盛り上がって小本さんのメイズに拳を突き上げながら一緒に叫んで、かっこいいミンチョのリフからサビに突入します。さえちゃんのハイトーンでのサビはバッチリ声が出ていて気持ちよかったですし、やっぱりこの曲もバンドメイドらしくサビがキャッチーなので気持ちよく乗りまくれます。サビ終わりで間奏に入りますが、間奏でのミンチョのリフもやっぱりかっこいいです。髪を振り乱しながらギターを弾くミンチョを見ながら思いっきりちゃんとして声出します。2メロはこれもバンドメイドらしく、バックの演奏もメロディーも思いっきり変えてくるパターンです。ミンチョのタッピングフレーズの後の小畑さんのハイフレットでのオクターブ奏法みたいなやつをバッチリ覚えました。それでなんといっても超絶かっこいいさえちゃんの白黒割り切れから2サビに入って、またさえちゃんのハイトーンボイスを浴びて手を振り上げながら盛り上がります。サビ終わりから C メロに入って会場は手拍子になります。ここのバックのメタルっぽいリフとリサさんの歌ってるようなベースラインもさえちゃんの歌い方もめちゃくちゃ味わい深くていいんですよね。さえちゃんのボーカルにかぶせるように入ってくるミンチョのギターソロもまさに峠暗記の世界をイメージできるような感じで味わい深いですし、リサさんのベースもソロ並みのフレーズでかっこいいです。ソロ終わりでこの曲の本体みたいになっているギターリフを入れてきて、ラッサビに入る構成というか演出もミンチョのこだわりみたいなものを感じます。そういう構成で入るラスリーも当然思いっきり盛り上がって、最後のサイちゃんのシャウトは完璧で痺れましたし、安心もしました。めちゃくちゃかっこいい下がっていくフレーズからアウトロに入って、またこの曲の本体ともいえるかっこいいリフにちゃんとで応えて、曲終わりで大完成となります。本当にこんなかっこいい曲をよくサクッと作れて演奏できるなと改めて感心してしまいます。ここでサイちゃんが上手にはけていくのが見えました。ということは小鳩曲が来るということです。何が来るかと待ち構えていたら、ミンチの軽快なリフが鳴り響いてきます。14曲目はブライテストスターでした。セッションズセレクションでは融合していたマギーとブライテストスターを分けて両方の曲をちゃんとやるというのはなかなか考えたストーリーだなとか思いました。イントロでジャンプしながらちゃんとしますが、この曲もミンチのリフがかっこいいんですよね。それで1メロに入って小畑さんが可愛く歌い出しますが、ここは軽快なミンチのリフの後ろでリサさんのベースがいい味を出してきます。サビ前のミンチのタッピングもキレキレです。それでサビに入ってジャンプしながら小畑さんの歌う姿とミンチョミサさんのカオスな感じのブレーズとあーちゃんの裏打ちみたいな心地いいリズムのドラムを楽しみます。感想でまた思いっきりちゃんとで声出してジャンプもします。2メロ冒頭は完全に楽器はブレイクして小畑さんのボーカルだけになるわけですが、ここまで完全にボーカルのみになる曲は珍しい気がしています。会場は手拍子で小畑さんの歌に聴き入れますが、A メロ途中からミサさんのベースが入ってきてまたカオスな感じのバックの演奏になります。それで2サビに入ってまたジャンプですが、やっぱりあーちゃんのドラムのリズムが気持ちいいです。サビ終わりで C メロに入って小畑さんの味わい深い歌い方のボーカルを堪能しながら凄まじい感じのミサさんのベースラインも味わってギターソロパートに入ります。ミンチョと小畑さんでオクターブ奏法でハモっているような何気にかっこよくて可愛い感じのソロが素晴らしいです。ソロ終わりで落ちサビに入って会場は手拍子で迎えますが、ここのミサさんのベースはシンプルなのになんかめちゃくちゃエモいです。それで転調してラッサビになって会場はジャンプしながら楽しんで、ラッサビ終わりから最後の味わい深い歌詞付きアウトロになります。この演奏もかなりカオスです。最後小畑さんのゲームアイムゲームで曲終わりとなって吹き鳴らしで大歓声となります。大歓声と拍手の中、サイちゃんが上手からステージに戻ってきます。 MC かなと思ってたらサイちゃんが私ね、忘れてたことがあるのとか言い出します。やっぱり MC なんだと思っていると、サイちゃんが続けて今年さ、新曲やってなくないとか言い出します。私も会場も驚きと期待でざわめきます。サイちゃんの聞きたいですかに会場から悲鳴のような大歓声が上がります。私もマジって大声を出してしまいました。ということでサイちゃんの聴いてくださいに続けて始まった15曲目は未発表の新曲です。未発表の新曲をいきなりお給仕で見て聴ける機会ってとんでもなくレアで貴重な体験となるわけですが、この日に帰宅できていたことを本当に幸運に思いました。後で判明しますが、Days という新曲で聴いた感じとしてはメロディアスでミディアムなテイストの曲で、サイちゃんのボーカルが前面に出ていて聴き入る曲のように感じました。いつも通りではありますが、サイちゃんがさらに全力で歌っているイメージでした。あとミンチョのタッピングフレーズが曲中のリフにもギターソロにもところどころで入ってきて、メロディアスでミディアムな曲風なのに演奏は攻撃的な感じでもあったように思いました。あとミサさんのベースソロ的なパートとか小畑さんの綺麗なハーモニーとリズムギターのかっこいい刻みもあったようにメモってました。会場は初めて聞くにもかかわらず、サビで手を振り上げたり感想でちゃんとしたりクラップしたりと自由に一緒にこの新曲を楽しめていたように思います。最後はサイちゃんと小畑さんの綺麗なコーラスで終わったように記憶しています。
すぐにでも音源を手に入れて歌詞も見てみたいですが、そういえばこの前の曲のブライテストスターもお給仕で披露されてから音源が出るまで結構期間が必要でしたので、気長に待ちたいとも思います。曲終わりとなって大歓声と拍手とすごいものを見て聴けたという興奮と、レア現場に立ち会えた幸福感で騒然とする会場に、さえちゃんのありがとう横浜の焚き火で2回目の MC に入ります。さえちゃんのよかった新曲やってないこと思い出してのボケに会場から笑いと歓声が起きます。それでさえちゃんのどうだったに当然会場から最高の声が飛び交います。会場の反応に笑顔になったさえちゃんの日本ツアーの初日なので初披露させていただきましたにまた会場から大歓声が上がります。本当に幸運でした。小鳩さんが久しぶりっぽねとか、さいちゃんが今年初ですからねとか言ってる時に会場からタイトルはみたいな声が上がって、さいちゃんがタイトルね、今やったのは Days です。DAYS ですと綴りまで教えてくれました。続けてバンドメイドは日々制作をしているバンドなのに今年はまだやらないのみたいに皆さんが欲しがるからとか、こっちの気持ちを代弁してくれて会場から笑いが起きます。それでさえちゃんがそれでこうして皆さんに届けることができて嬉しく思っておりますみたいに言って会場は大歓声で感謝を伝えます。で、新曲ということでさえちゃんがミンチョに振ります。振られたミンチョは来年はお給仕活動のお休みをいただくので寂しさもあるし頑張りたいのもあるしちょっと退屈にならないかなみたいな心配もあって、そういう気持ちをみんなと共有できる曲を作りたいと思ってみたいに真面目な感じで喋ってたのに、急にさえちゃんがいい歌詞を書いてくれましたといつものミンチョ節が出てきて、曲のことを伝えてないのに汲み取ってくれたような歌詞で本当にありがとうございましたってさえちゃんに感謝するように言って会場から温かい笑いと拍手が起こってました。このお互いリスペクトし合ってるというか愛がいいですよね。それでさえちゃんが説明してくれるのですが、休止の発表前に制作した曲らしく忘れないでとか歌詞で言ってるけど、発表前は不安な気持ちでいっぱいで珍しく赤裸々に書いた後のことでした。で、さえちゃんがありがとうみんなって会場に叫んできて、会場はありがたいのはこっちとばかりに大歓声を上げます。最後は小鳩さんが来年も一緒に暮らしていけたらいいなって思いを込めたデイズですっぽーっと一旦新曲の話題をきれいに締めてました。それで次の話題という感じで小鳩さんが今日の瀬戸りもなかなかすごいですっぽねーと瀬戸りの話になります。さえちゃんがみんな頑張ってるねーと褒めてくれてましたが、本当にみんな頑張って盛り上がっていたと思います。続けてワールドツアーで日本での初日が横浜ということでみんなが熱くなれるような瀬戸りにしたんだけどもどうだったでしょうかと聞いてきたので、当然会場から同意の歓声と拍手が沸き起こります。小鳩さんのこんな大きな声で叫んだりできるのってなかなかないですからポネーにここまで大声を出してきた会場はさらに大声の歓声で応えます。ちなみにミンチョあーちゃんミサさんはやっぱり下手で自由な感じでおしゃべりしてましたね。それでさえちゃんがなんか言うの忘れてたみたいに言った時に小鳩さんが CD ポーって答えたので新しい CD が出るのかと勘違いした方がいたみたいで、慌ててさえちゃんがざわつかせてごめん、会場で CD 買うともらえるポスターが新しくなったんですと説明してくれます。でさえちゃんが見てくれましたかみたいに会場に聞いてきた時に会場から全部揃えたって声が上がって、さえちゃんがびっくりしたようにもう揃えたの早くない、さすがの私も驚きましたみたいに言ってましたが、確かに驚きますよね。声を上げたのは X のポストから察するに多分いつも集合写真を撮ってくれる日誌さんだと思われます。それで小鳩さんが当たりもあるっぽーとサイン入りのポスターもあることを言ってくれて、なぜか小鳩さんがサインする役でさえちゃんがポスターを出すスタッフさんの役になって次々とサインしていく様子を再現してくれて、久しぶりの2人の寸劇を見れました。当然会場からは温かい笑いと拍手が起きてました。で、スーパーサンシャインが熊本の白竹城の CM ソングに採用されたという話題になって会場も大盛り上がりになります。熊本が地元の小鳩さんが本当に嬉しくって必ず自宅にあったっぽーみたいに言って、さえちゃんも愛してるっぽーとさえちゃんに振ったら、さえちゃんがもともと好きで飲んでるんですけど小鳩に熊本なんだっぽーって言われたみたいに言って笑いが起きてましたが、やっぱり小鳩さんは常日頃もポって言ってるんですね。それでどうも会場から何人か白竹白のタオルをあげたり T シャツを見せている人がいたようで、それを見つけたさえちゃんと小鳩さんがそれ公式のとか驚いてましたね。どうも T シャツはロハス熊本の T シャツだったみたいでしたが、確かに CM で役者さんが来てましたね。でさえちゃんが呆れたようにみんな白のグッズ持ちすぎみたいに言って感心してました。
それでさえちゃんがますますひいきにして飲んでますみたいに言ったり、小鳩さんが熊本の友達からも CM を見たって連絡あったっぽみたいなことも言ってたと思います。白竹城の話題で盛り上がっている時にふと下手を見ると、あーちゃん、ミサさん、ミンチョが相変わらず遊んでいて、3人で手を挙げてポーズしたりじゃんけんしたり女子高生みたいになってましたね。いつもながら自由です。で、まだ白竹城の話題は続いて、小鳩さんが見た瞬間嬉しくて泣きそうになったっぽーとか言った時に、さえちゃんがご主人様お嬢様もあの CM 嬉しくないみたいに言ってきて、会場から嬉しいの声が飛び交います。で、さえちゃんが最後にということでみんなで面白くいこうぜと CM を絡めてうまいこと言って、皆様にハッピーサプライズを届けるために前進するのみと締めてきたのはさすがでした。それでお給仕と言ったらあの時間ですよねと小鳩さんに振ってきて、日本初日ということでどんなのが見れるのかな、みんなはどう思うと煽ってきます。会場から上がる大歓声の中、さえちゃんが行け小鳩と小鳩さんに葉っぱをかけます。ということでこの後おまじないタイムに入るわけですが、多分これまでで一番レアなおまじないタイムが展開されます。煽られた小鳩さんが小鳩のおまじないタイムフォーと元気よく叫んだのですが、さえちゃんから面白くないとダメ出しを食らいます。さらに小鳩さんにプレッシャーをかけて再度行け小鳩の煽りです。また煽られた小鳩さんが今度はステージの後ろから助走をつけて小鳩のといったところで近くに寄ってきたミサさんに体が当たって中断します。するとなぜかミサさんがめちゃくちゃ嬉しそうにあかねがやってとか無茶ぶりしだします。無茶ぶりされたあーちゃんは何々聞いてなかったとか言いながらお立ち台に立って状況を理解したようで、めちゃくちゃ可愛い声であかねのおまじないタイムって叫んできます。あーちゃんのおまじないタイムを見れるのは2023年7月の川崎クラブチッタ以来です。あーちゃんはアニメ声であーちゃんが萌え萌えって言ったらご主人様お嬢様も萌え萌えって言ってねと続けて会場から大歓声が上がります。それで確か小鳩さんだったと思いますが、今日あーちゃんのママが来てるってばらしてたらさえちゃんに身内ネタすぎるだろうとか突っ込まれてました。でもあーちゃんは動じずに真ん中のお立ち台で行くよ萌え萌えとおまじないタイムを始めて、会場も負けずに萌え萌えと返します。続けて可愛い声のままキュンキュンにキュンキュンが返ります。で、崎陽軒に崎陽軒って返して横浜に横浜、シューマイにシューマイ、大好きに大好きって返すフルのおまじないタイムみたいになります。調子に乗ったあーちゃんがあーちゃんにあーちゃんって返してもらって、かわいいにかわいいを返してた時になぜかミサさんが入ってきて超笑顔で3万円とか言い出します。で、邪魔されたみたいになったあーちゃんがミサさんにミサやんなよとか言って、なんと今度はミサさんがお立ち台に上げられます。まさかと思っているとミサさんがお立ち台から行くよーってめちゃ可愛い声で叫んできます。会場はびっくりしながらもう満面の笑みで歓声を返します。ミサさんは続けて萌え萌えタイムって叫んできて、このちょっと間違うのもミサさんらしいですが、全くミサさんらしくないおまじないタイムに入ります。で、中華がいいって可愛い声で叫んで会場から中華がいいって帰って言いたかったであろう3万円に3万円が帰ります。で、ここでミサさんは満足したようで終わりそうになるのですが、小鳩さんに続けさせられてさらに可愛い声で萌え萌えキュンキュンをやってくれます。で、萌え萌えキュンキュン3万円ってやったところで急激に飽きたようになってやめて小鳩さんにずっこけられます。あーちゃんがミサはお父さんが来てるって暴露してきて、笑いに厳しいさえちゃんが大丈夫うちはネタやめてとか言ってました。十分に面白かったですけどね。完全にカオス状態になったステージに小鳩さんの初日から大丈夫ぽにさえちゃんがここから取り戻せと小鳩さんに振ってきます。小鳩さんはこんなにやりづらいおまじないタイムはないぽと当然のことを言ってきますが、さえちゃんにまた行け小鳩と煽られて小鳩のおまじないタイムぽとめちゃくちゃ可愛い声で叫んで会場から大歓声が起きます。でもさえちゃんは厳しくてただ可愛いのはつまんないとかまたダメ出しされてしまいます。そこで百戦錬磨の小鳩さんはめちゃくちゃ真面目な感じで小鳩のおまじないタイムやりますみたいに言ってきて会場から笑いが起きます。続けて情熱的な感じに変えて皆様声を一つにして大きな声で萌え萌えキュンキュンお願いいたしますぽーみたいに言ってきてさえちゃんも満足したようで合格したみたいでした。それで小鳩さんがそのまま情熱的な感じの萌え萌えに萌え萌えを返してキュンキュ
ュンにキュンキュンを返します。これにミサさんが笑いながら、やだよとか言ってたので、また中断して、小鳩さんが、今日はミサちゃんが一番きついっぽ、傷つくっぽってミサさんに言って、普通に戻して、やっとノーマルな感じの、萌え萌えキュンキュンが始まります。それでいつも通り、横浜とか、バンメイとかやるのですが、ネイティブ発音みたいな、ワールドツアーに笑いが起こりながらも負けずに会場はいい感じの発音で返します。あとは生声でのバーンメイとかやってそろそろ終わる感じかなと思ってたら小鳩さんがお立ち台から落ちそうになったのでさえちゃんが受けすぎてもうやめてよ次歌えないって感じになってたら小鳩さんがさえちゃんもやっとかなくて大丈夫っぽとか言い出します。とんでもない無茶ぶりでしたがやるしかない雰囲気になってさえちゃんがお立ち台に立って萌え萌えって言ってきます。この超絶レアな展開に信じられない感じの会場から萌え萌えが帰ります。で、さえちゃんらしく男前な感じの声のキュンキュンにキュンキュンって返したところでさえちゃんがありがとうと颯爽とお立ち台を降りました。さえちゃん完璧でした。しかし、あーちゃんみささんに続いてさえちゃんまで萌え萌えキュンキュンやってくれるとは激レアどころの騒ぎじゃありません。私を含めこれを目撃できたご主人様お嬢様は宝くじ一等賞を当てたくらい幸運かと思います。小鳩さんも興奮した感じでさいちゃんって叫んできて会場もさいちゃんって返してかわいっぽーにかわいっぽーって返します。どうもそのさいちゃんの萌え萌えキュンキュンをミンチョが見れてなかったようで小鳩さんからシャッターチャンスを逃してしまったようで悔しんでおりますっぽーみたいに慰められてました。で、ミンチョもやるのかという雰囲気になったのですが、小鳩さんから、ミンチョはこんなところではやってくれませんぽ、今日じゃないぽ、4人も見れたから十分ぽ、と意味深なことを言ってきて、最後の締めに入ります。会場はミンチョは武道館でやってくれるのかなとか思ったと思います。で、小鳩さんが、萌え萌えキュンキュンを始めて、バーンメイとかやって、生声で、バーンにバーンを返して、次はメーイが来ると思ったら思いっきりのデスボイスでメーイって叫んできたので驚きと笑いが混じったメーイを返します。素晴らしいデスボイスでしたし、サイちゃんがめちゃくちゃ受けてましたね。それで最後ズキュンバキュンドキュンでめちゃくちゃ可愛く横浜っぽーの締めからの萌え萌えキューンで激レアおまじないタイムは会場にこれまでにない興奮と驚きと楽しさをもたらして無事完了しました。さえちゃんの横浜ついてこれるかまだまだいけるかラストスパート行こうかの焚き火でラストスパート突入です。ラストスパート最初となる16曲目はレディトゥロックでスタートしました。ミンチョの激しいリフに続けてあーちゃんのブラストビートが全身に襲いかかってきます。私的にレディトゥロックの時はいつも首にぶら下げたメモもペンも手放して全力で楽しむことにしていますので今回も両手を上げて最初から盛り上がりまくります。ミンチョとミサさんは上手下手のお立ち台、サイちゃんは真ん中のお立ち台とコーラスが必要な小鳩さん以外はステージ前に出てきてくれてますので会場のボルテージも上がります。A メロのあーちゃんのダダダダっていうドラムフレーズと B メロにつなぐドラムフィルを堪能して B メロでおおおおおを叫んで1メロだけにあるサビ前のブリッジのトリッキーな感じのドラムを味わって小鳩さんのシャウトからサビに入ります。サビではやっぱり MV のダンスもどきで楽しみます。いやいや、レディトゥロックもお給仕で楽しい曲のトップクラスの曲です。サビ終わりで感想に入って、ミンチョの高速フレット移動のリフと、ミサさんのベースも加わった激しいリズム体のフレーズに、ちゃんとの声と拳に力が入ります。2メロに入って、さらに複雑になるバックの演奏と、あやちゃんの迫力のボーカルを味わって、小鳩さんのやめられないし、やるしかないなーのシャウトを味わって2サビです。しかしレディトゥロックのサビの楽しさは異常なほどです。思いっきりハードロックなのに楽しいってなかなか両立しないし実はものすごいことなんじゃないかと思ってしまいます。そのサビを踊ってシンガロングして楽しんでサビ終わりで小鳩さんの短いソロからミンチョのギターソロです。会場は思いっきりちゃんとしながらこの素晴らしいミンチョのギターソロを満喫します。ソロ終わりで落ちメロに入って手拍子しながらさえちゃんの歌とミサさんのドライブ感バリバリのベースラインに聴いてラスサビに入ります。何度聴いても何度見ても冒頭のあーちゃんのバスドラどこどこは最高すぎますしもう恍惚となった感じで両手を上げて踊りながらシンガロングしながらラッサビを楽しみます。最後のうずく指先のところは両手を掲げる感じで楽しかった出来事をかみしめるような感覚で味わって曲終わりになります。曲終わりの書き鳴らしの中さえちゃんのもっと行こうぜ横浜の雄たけびにものすごい歓声が上がります。さえちゃんに煽られて始まった17曲目はまたまたミンチョの激しいリフで始まるシャンブルズでした。
その激しいリフにあーちゃんのドラム、ミサさんのベース、小畑さんのギターが加わって会場は全力のチャントで応えます。1メロに入って踊るように体を動かしながらサイちゃんのボーカルに聞き入ります。 B メロに入ると小畑さんのコーラスも入ってきてサビへ向けて盛り上がっていきます。サビは歌詞もメロディーもかっこよくて振り上げる腕にも力が入りますし、ミサさんのベースラインとあーちゃんのドラムフレーズもたまらなくかっこいいです。サビ終わりで間奏に入ってまた全力のチャントで声張り上げます。2メロは冒頭の一瞬のブレイクから畳みかけるように入ってくるあーちゃんのドラムフィルとミサさんのうねるようなベースラインが至高です。それで2サビに入る時のサイちゃんの歌い方が1サビの時と違ってスムーズに入るような演出もバンドメイドらしいというか、細かいですが飽きさせないところだと感じます。それで2サビも当然手を振り上げながら堪能してサビ終わりでギターソロ前のブリッジになります。ここは私的にはあーちゃんのドラムに合わせて拳を突き上げますが、まだまだ少数派でした。それでミンチョのギターソロになって会場はちゃんとで盛り上がってサビ終わりで落ちメロになります。ここは会場は手拍子で迎えますが、後半になって盛り上がっていくところは最高ですし、小畑さんのコーラスも楽しんでサイちゃんのドヤ顔みたいな顔でつぶやくフィアースタイガーも堪能してラスサビに入ります。この流れは盛り上がるしかない感じになって振り上げる腕にも力が入りますし、もうものすごく気持ちいい感じになります。サビ終わりでサビを変化させて人間万事採用が馬のセクションに入る構成もすごいと思いますし、この歌詞を当てはめる小畑さんの才能も恐ろしくさえ感じます。最後のサイちゃんのハーも会場のご主人様お嬢様は歓声を我慢してバッチリ聴いてから大歓声と拍手になります。そこに電子音みたいな音が流れてきます。18曲目はディリダリです。これはお給仕で楽しい曲の最新曲ですね。当然またメモとペンを首にぶら下げたままにしてクラップとシンガロングでイントロから全力で楽しみます。今回もパーフェクトバージョンであることを確信して1メロのサイちゃんの超絶滑舌のいいボーカルとすでに変態気味のミサさんのベース、ミンチョのリフ、あーちゃんのドラムを楽しみます。やっぱりやばくてだるくてお忙しいことの歌詞はやばいです。それでサビに入ってサイちゃんのファルセットも堪能しながら手を振り上げて盛り上がります。サビ終わりであーちゃんのドラムフィルから小畑さんの可愛いボーカルとサイちゃんの掛け合いみたいなコーラスを味わって2サビに入ります。ここでメモに小畑がとかしか書いてなくて小畑さんが何かやったのかもしれませんが思い出せませんでした。サイちゃんは下手のお嬢様エリアの前に移動して歌ったりもしてましたね。2サビ終わりでやっぱりあーちゃんのハイハットとバスドラだけになってサイちゃんが肩も壊し、膝も壊し、喉も壊してと雄たけびを上げてきます。完全に同意した会場は思いっきりクラップしながらリリダリリダリダリダの合唱になります。サイちゃんは後ろも見えてるよみたいにさらに煽ってきてクラップも歌声も大きくなります。サイちゃんのそのまま続けてであーちゃんのスネアロールが始まり、下手岡時代に立つミサさんにスポットライトが当たって変態ベースソロに入ります。会場はクラップしながらも大歓声を上げてミサさんのベースに聞き入ります。それで次は小畑さんにスポットライトが当たってリズムギターソロですが、めちゃくちゃ激しくギターをかき鳴らす小畑さんはものすごくかっこいいです。サイちゃんはクラップしながらいろいろ叫んで煽ってきます。続けてあーちゃんのドラムソロから鳥はミンチョ師匠のギターソロです。この一連のソロパートはメイドさんたちの演奏力の凄さを感じながらも楽しさも感じられるという信じられないソロパートです。最後はサイちゃんのよくできたをもらってソロパート終わりからサイちゃんが歌う落ちメロに入りますが、すでにかなり壊れそうになっている方を駆使してクラップを続けます。そこからまたリリダリリリダリダリダのシンガロングになって喉もいっぱいいっぱいになってきますが頑張ります。相変わらずサイちゃんは雄たけびを上げながら煽ってきますからね。それで完全にステージと会場が一体となって盛り上がったところでラスサビに入ります。ラスサビは1サビと2サビを連結した感じで長めのサビになっているので最後に思いっきり楽しめます。サビ終わりで気持ちいい締めの終わり方に合わせて拳を振り上げて楽しんで、曲終わりからの書き鳴らしになってサイちゃんからありがとう横浜、次がラスト、このままいけるか的な雄たけびが上がります。本当にもうラストの感覚でした。そのラストとなる19曲目はノーゴッドでした。最後も球児で楽しい曲の代表曲で来ました。イントロで最後の力を振り絞ってジャンプしながらのチャントで引き続き楽しいモードでイントロを堪能します。1メロに入って気持ちよさそうに歌うサイちゃんと小畑さんのルールルーを一緒に楽しんで B メロのあーちゃんのタムフレーズとミサさんのベースとミンチョの心地いいリフも堪能して小畑さんのコーラスに合わせて手を挙げてサビに突入です。最後なので会場のジャンプもかなり高くコール&レスポンスも声出てました。ジャンプしながら思いっきり声出すのでめちゃくちゃ疲れるんですが、好きなスポーツをしている時みたいな気持ちいい疲れです。
私的にこの疲れはお給仕で味わう醍醐味の一つと思っています。それで間奏に入ってそのままサイちゃんに煽られながらジャンプとちゃんとで思いっきり声出します。2メロに入って一瞬休憩する感じでサイちゃんの歌と楽器隊の演奏に聞き入ります。ミンチョが笑顔で下手に移動していって、途中で小本さんにちょっかいを出しながらギター弾いてるのがミンチョらしくて微笑ましかったです。2サビではサイちゃんが上手に移動して歌っているところを見ながらジャンプしてボコボコ叫んで、そろそろ体力が限界に達してきます。2サビ終わりで下手を立ち台に移動したミンチョのギターソロからサイちゃんのゲッダウンで真ん中の立ち台のミサさんのベースソロにつなぎます。あーちゃんもスティックを頭上で叩いて煽ってきますので、会場も全力の手拍子とともにミサさんのベースソロを堪能します。ソロ終わりで落ちメロになりますが、サイちゃんのボーカルに合わせてあーちゃんが歌ってるのが見えました。でもあーちゃんはすぐに私的に大好きなフロータムのフレーズで盛り上げていって、トリプルのドラムフィルでラスサビに入ります。冒頭は落ちサビ的な感じですので、最後のヘドバンをかまして後半はジャンプに切り替えます。ジャンプして歌って十分にサビを楽しんでノーゴッドを締めくくるサイちゃんの We have got to win でアウトロに入ります。本当に最後なのとサイちゃんの煽りもあって、全ての体力と肺活量を使って全力でジャンプしながらちゃんとします。もう息切れして足の感覚もなくなってきたところで曲終わりとなって、サイちゃんの最高からお給仕最後の吹き鳴らしになります。全力を出し切ってハッハしていると思われる会場にサイちゃんのありがとう横浜、また絶対お会いしましょう、バンドメイドでした、みんな最高の雄たけびが浴びせられて大歓声となる中、吹き鳴らし終わりの締めから小本さんのそれでは行ってらっしゃいませご主人様お嬢様、バンドメイドでしたっぽー、またお会いしましょうっぽーの挨拶でバンドメイドワールドツアー2026の日本ツアー最初となる KTZEP 横浜でのお給仕は幕を閉じました。大歓声と拍手とメンバーの名前が飛び交う中、ミンチョミサさん小本さんのピック投げが始まります。誰のだったか分かりませんが、めちゃくちゃ遠くまで届いていたのがありました。満面の笑顔で手を振りながらステージからはけていくメイドさんたちを感謝の気持ちで見届けてお給仕完結です。今回のお給仕の感想はとにかく楽しかったです。久しぶりのお給仕でしたが、瀬戸り的にもお給仕で楽しい曲たちばかりでしたし、ステージのメイドさんたちも楽しそうに演奏して歌ってくれてましたので、バンドメイドのお給仕って楽しいという初心に帰れたような感じというか、バンドメイドのお給仕の醍醐味は楽しいということを再確認できたような感じでした。レアなおまじないタイムもやってくれましたし、未発表の新曲まで披露してくれました。私事ですが、これで私がお給仕で見て聴けた曲の記念となる100曲目がその新曲である Days だったなんて本当に最高すぎます。いやいや、本当に何度お給仕に帰宅してもいつもメイドさんたちは私たちを驚かせ楽しませてくれることに言葉では言い表せないくらいの感謝の気持ちでいっぱいになりました。恒例のさえちゃんのポストは、あー楽しかった、お前たち最高だった、日本編初日横浜ありがとう、新曲も届けることができて嬉しかったよ、デイズよろしくね、またライブ会場で育っていくのが楽しみ、ハッシュタグバンドメイドで今日の感想を待ってる、このツアー本当に見逃してほしくないのでまた遊びに来て、次は仙台でしたね。本当に楽しすぎましたし、新曲も聴けて最高でしたし、当然仙台に遊びに行きます。大満足で会場を後にして打ち上げに向かうと、台湾の台北レガシーテラでのお給仕が発表されているという情報が入ってきました。都合でアジアツアーに行けなかった私にとって大朗報です。何としてもチケットを入手して絶対行きたいです。ということで、楽しくも激レア感も満載で、お給仕後にもサプライズがあった最高のお給仕を振り返りながら、ホテルに着いていた大浴場で心地よい疲労を癒して、最高の気分で私の横浜遠征を終えることができました。私の次回お給仕帰宅は5月2日の仙台ギグスです。私にとっては2度目となる仙台ギグスですが、なんかものすごくポジティブな印象があるライブハウスですので、今から本当に楽しみです。最後に今回もリキャップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。日本初日
はい。ということで今回は以上です。それではまた次回。